2万6000ドルのスーパーメインイベント、なんとしてもインマネしなきゃいけない。ダニエル・ネクラのおじさんがいます。え？元気です。はい。今日何千万いかれる可能性あるのか、俺これから。いけそうでいけないが一番きつい2万6000ドルのイベントが実はあります。なんで俺じゃないの？おはようございます。おはようございます。明日がですね、ついにもう 100K やばいっすね。控えてるんですよ。 100K が人生最高額倍。すごいな。で、課題をちょっと感じたのは、ポーカーのなんかプレーがやっぱりちょっとブレちゃってる。でもこれって難しくて、ブレる時ほど強くなるんだよね。それの繰り返しなのよ。プレーがちょっとブレて、新しいまたプレーに固定されて、また変わってっていうのをこれ繰り返していくんだよね。どんどんこのブラッシュアップされていくっていうのが、ポーカーの強くなり方なんですけど、明日10万ドルなんで、その固まってる状態でプレイしないとさすがにまずいじゃない。今いろいろ新しい考えとか知識とかかなり新しくアップデートされてるんだけど、それがまだ定着してない状態なんで、プレイのクオリティがベストパフォーマンスになるようなところまで持っていくのが今日の目的かなって気がしますね。ポーカーをプレイすることよりもこっちの方が全然もはや重要だと思うんで、今日は座学デーです。座学デー、珍しいですね。はい、今までの横澤チャンネルであんまなかったスタバでパソコン開いて一日勉強するっていう学生みたいな一日をすると思います。というわけでレッツ勉強。一番困った点は、1時間で集中が限界なことだね。ちょいちょいリフレッシュを挟まないと、正直5時間も続けるのがマジで無理。でまとまってきてはいる、徐々に。頭抱えて。ダメだ、ちょっとやっぱ散歩してくる。はい。なんだかいけそうな気がする。始めていきましょう。よし、俺は最強かもしれない。詰まるところ。まさとは最強。もうこんな時間か。もう外真っ暗じゃん。気づいたら。さて、一旦部屋帰ろうかな。そうですね。いい感じにプレーはまとまってきたから、でも俺はまだやる。よし、かなり実りはありました、この4時間。いい調子。いやー、はい、やれることは全部やりきったんじゃないですか。ついにトリトのリベンジだね。しかもさ、前回は2万5000でヒーヒー言ってたのにさ、今回はいきなり10万だからね。まごうことなき最高額。10万ドルのトナメって何？しかもなんか今回のトリトンは運命めいたものを感じてて、僕がその WPT 優勝したのが21歳の誕生日だったじゃないですか。今回僕33歳の誕生日なんですよ、実は。はい、誕生日ですよね。はい、日本時間の明日、デイワンが誕生日、バハマ時間だと明後日誕生日だよ。誕生日パワー2日使えるっていうもうすごいタイミングのトナメで、しかもなんか12年っていうのもなんかさ、キリが良くない？周期だ。そう、周期が。だから21歳で爆裂優勝からの12年を経て3000ドルのトナメで優勝したのが、今度は10万ドルのトナメで優勝するっていう、この12年スパンですごい長い階段を実は登ってたんじゃないかなって思いすらします。面白い。さっきさ、ヨハンに会ってさ、おー、ヨハンに10万明日出るって言ったらさ、いや、あんなトナメ俺は勝てないから出ないよって言って、お前みたいに俺は上手くないからみたいな、ぬるそうだったら出るわとか言って基本出ないけどみたいな。そうだよね、なんか俺の中ではさ、そうだよ、もう2万5000とか5万とか出てもさ、勝てるっていう自信があるから出てるけどさ、ちょっと前だったら俺もピピって出れなかったなって、そもそも金額がどうこうっていうかレベル的に。そうっすよね。でも俺ももうさ、2025年のプレイヤーオブザイヤーランキング、トナメの成績をランキングにしてるポーカー格付けみたいなのがあるんだけど、もう今年ね50位ぐらいまでは入ってんだよね、40から50位ぐらいの間ぐらいまで。しかも今年とかじゃなくて生涯のグローバルポーカーインデックスも今100位ぐらいなんだよね。すごっ。だからもう世界で100番目、50番目っていうところまでなんか気づけば来てたんだみたいな。それはトリトンも出るなみたいな。まあこの1年間出てもいいぐらい勝ってきたから、やっとこの積み上げてきたものを発揮するのが明日になるから、しかも誕生日12年越しに偉業を成し遂げたいね。一日を尽くして天命を待つだけです。あとは頑張りましょう。頑張りましょう。というわけでやってまいりました。ついにトリトンメインイベント、デイワン10万ドルバインです。来ましたね。昨日一日もう勉強の時間だけを使って、で今日も朝早起きして、自分のプレーの調整をして、正直コンディションはいいです。
で今回の、10万ドルメインなんですけども、さすがにね10万ドル高すぎるよなと思って、ジェフとかですね、僕のポーカー仲間たちに実はアクションを半分売りました。おー、 50% 売ったんで5万ドルですね。今回もさすがに売りました。さすがにね。本当にびっくりしました。トリトンメイン出るんだけど買わないってポーカー仲間ですね、ジェフとかに送ったんですよ。そしたらマジで5分で5万ドル売れました。速乾。看板速乾して本当にみんなそこまで俺のことを嬉しいです。信頼してくれてるんだって思って、誰も断らなかった。そうなんだ。ジェフなんて 10% 買ってくれてるから、高い。やっぱトリトンレベルのトーナメになるとね、結構やっぱステーキングをこうやって受けてる人が多いんですよね。聞いた感じだと8割9割の人は大体アクションっていう。あ、そうなんだ。そりゃそうだよね。10万ドル10回出たら 1.5 億ですよ、それだけで。さすがに無理。自分で出てる人ももちろんすごいよね。そんだけポーカーで勝ってるってことだから、それもすごいし、もしくはその信頼と実績によって人から出したいっていう風に言ってもらってここに来てるわけだから、どっちに転んでもやっぱり本当に選ばれし人しか座れないトーナメントだなっていう風に改めて思いますよね。そんな10万ドルアイローラ緊張しないと言ったら嘘になります。ただ緊張をいい方向に作用させたいですね。いい方向に緊張していいプレーをしていきたいと思います。まずは Day1 突破して Day2 に行きましょう。お願いします。というわけでトリトンメインイベント10万ドル横澤チャンネル最高額夢の大舞台にレッツギャンブル。30万ぐらいあるかな。そうですね。調子いい。水別ボットでかかったね。怖かったっす、あれ。これねいじめないでと思って。ここまでプレーのクオリティ最高です。集中めっちゃできてるし、てか人生で一番今が集中してるまであるんですよ。何より楽しいね。迷いがない、プレーを楽しめてる。こいつ相手にはどうしてやろうかなみたいなセオリーの考え方と、それを踏まえた上でどう料理してやろうかっていうそのバランスが今非常にいい気がします。なんで、もちろんチップ増えてるからっていうのもあるんですけど、本当に楽しい。ずっとやってたい。最高。しかも今のテーブルはかなりいいテーブルになって、やっぱね参加費が高いから当然上手いプレイヤーも多いわけですよ。レベル高いんじゃないのって思うかもしれないですけど、正直 BSOP とかの2万5000ドルとかの方が多分フィールドは辛い。もちろんかなりトップレベルのトーナメントだと思うし、対戦相手もやっぱ手強いけど全然その勝てる勝負だと思うんで、このまま楽しんで集中してやっと頑張ってください。
ディナーブレイクですですね。 42万増えましたね。25万が42万、順調すぎるアベレージ31万。うまくいってるね。ハンドはそんな入ってない正直。プレイしてるハンドの数も少ないんだけど、でかいこと全部買ってるね。要所要所抑えてます。これはいい傾向ですね。何も悪いことしてないのにね、飛んじゃう時ってあるからね、えぐいのとかってね。それがないのが最高。というわけでディナーブレイク行きましょう。行きましょう。めっちゃいいカフェをホテルの向かいに見つけました。いいっすね、ここ。キリンクラブっていうめっちゃいいカフェをホテルの人に聞いて教えてもらったんですけど、Google マップにも載ってないし、ホテルの外だからまだポーカープレイヤーに多分バレてないです。見てください、アホがすごっ。ちょっとした軽食とかもあって雰囲気もいいし、めっちゃいい店見つけたわ。ディナーブレイクなんですけど、気になったハンドをちょっと分析して、まあいいプレーはできてるんだけど、振り返ってみたらこれブラフしとけばよかったなみたいなハンドはちょっとあるかな。ちょっと硬くなってるかもしれないですね。まあただ緊張して派手なプレーしちゃうよりはだいぶマシなんで、一番後悔してるのはエースクイーンかな。ターン打ち出した方が良かったと思うし、フリバーでチェックレースするかめっちゃ悩んだんだよね。ラッキーしたということにしましょう。ひよったおかげで助かったと思いつつ、次同じスポットがあったりやります。わかりました。34万6500。本当これね、250BB スタートから始まってずっとディープだったけど、言うてもワンチャン飛んでもおかしくないスタックだよね。60BB だから正直今日一日なんかスキルで増やしてる感はゼロ強い定理ができて勝ってるみたいな、まあ、引き続きやっぱり、ややコンサバすぎるベストプレーができてないって感じがするんで、ちょっと気合い入れ替えて、今のうまかったなっていうようなプレーが飛び出せるようにやっていこうと思います。ただチップ増えてるってことはついてるってことなんで、ついてりゃいいから結局は。あと2レベル100分ラッキーして、目標はアベレージでデイ2進出。わかりました。いいよ。デイツお願いします。ラスト300だって本日、僕すごいことに気づいたんですけど、今日1日プレイしててジャックス以上のペアって来た？エースキングって来た？なんかハンド入らんなー。来てないよね。はい、ジャックスプラスとエースキングって上位 3% のハンドなんですよ。で1時間25ハンドとしましょうかって考えたら250ハンドプレイしてるわけよ。250ハンドプレイしてだから 97% の200乗って今調べたんですけど、2000日間僕がトーナメントをプレイして1回しか起こらないことってことです。ここで引くんですか？ジャックスプラスとエースキングが来ない、そんなことってある？ということはこの3ハンドの間に来ます。来ますか？はい、本日残り回収します3ハンドで3ハンド連続でエイシズキングスクイーンズで帳尻が合います。見ててください。ぜひ。まず来ない。あと2。ラストこのハンドで来ます。エースキングオフが来ます。わかりました。
そうさまでした。ありがとうございます Happy birthday. No, no, no. よろしくお願いします。 No, よろしくお願いします。 It's incorrect. またね。またね。やったー。マジジャック見えた時わーっと思ったら7刺さってると思って危ねえ。最後の最後、エースキングより良かったね。エースキングだったら負けてた。本当っす。終わりよければ全て良しすぎる。38万7000。イエーイ。でっけだってピークが42万ぐらいだった、ほぼピークまで戻ってきた。戻ってきた。しかも明日 5K、10K から40ビビぐらいある。全然。あほら。ラッキー。軍隊。いや軍内軍内。ナイス。最後の出るすぎる。ああ降りなくてよかったマジで。そうですね。嬉しい。よかった本当。小躍り。よかった。ハンド来なくてこれなら上出来でしょ。明日に貯めましたハンド。明日はポーカーってこうやってハンド来るゲームだったわって思い出します。どんどんね。またジャックスエースキングエースクイーンっつってね。だから今日のところはこれで勘弁しといてあげて、明日はハンドラッシュで普通にチップが増える。爆ブや。的な作戦だ。帰ろよかった。う。もう一度。目標達成。よっしゃー。確かに目標達成。はいイエイ。トリトン 100K メイン Day2 ということで気になる優勝賞金、475万ドルです。7億です。正しいプレーとか正しくないプレーとか一回忘れて、ぶちのめせっていう、勝てば官軍という考え方でいきます。いやーマジこう惜しかった。とってもいいものができました。楽しますか。